Welcome to Bon Aibo Japanese Sweets. My name is Ai, Japanese pastry chef from Tokyo, currently based in Sweden. Today, I am going to show you guys how to make こしあん。今日は和菓子作りに使われているこしあんの作り方をご紹介いたします。粒あんと同じ小豆を使ったあんですが、皮を取り除いて作るので滑らかな舌触りのこしあんです。水に何度もさらして作るのであっさりとした風味になります。中あんとしてまんじゅうや大福、桜餅や練り切りなどの中に包んで使うことが多いです。ご家庭でも作りやすい粒あんと比べると少し手間がかかりますが、こしあんが作ることができると和菓子作りの幅がぐっと広がりますので、ぜひ作り方を覚えてください。今日のレシピは私がスウェーデンで出版した日本のお菓子の本にも掲載されています。小豆の買える場所や選び方は粒あんのビデオをご覧ください。虫食いや変色している豆は事前に取り除きます。それでは小豆を炊いていきましょう。今日は 250g の豆を使います。まず小豆をよく洗います。お鍋に小豆を入れてひたひたになるぐらいまでお水を入れます。火にかけます。まず最初は強火で沸騰してきたらお水を一気に加えます。1リットルぐらい入れました。これをびっくり水と呼びます。こうして温度を一気に40度から50度ぐらいに下げてあげることで、小豆のシワが伸びて豆が膨らんで煮上がりが早くなります。温度を下げるためにお水を入れたので、必要のない余分なお水は捨てます。お豆がちょうど隠れるぐらいのお水を残してもう一度火にかけます。一度煮立てます。弱火から弱めの中火ぐらいに下げて、豆があまり鍋の中で踊らないように静かに煮上げていきます。煮ているとお豆がお水を吸ってお水から顔を出してしまうので、そしたらお水を少しずつその都度足してあげてください。40分ほど炊いていって、周りに最初はシワシワだったんですが、シワが伸びてお水をしっかり吸ってふっくらと膨らんでいます。ざるにあけて煮ていたこのお水を取り除いてしまいます。この工程を渋切りと呼びます。新しくお水を入れ替えてもう一度火にかけます。沸騰したら火を弱めて、豆が踊らないぐらいの程度の火加減で豆が柔らかくなるまでもう一度煮ます。1時間から1時間20分ほど煮ました。豆の皮が全部破れて指で押すと簡単に潰れるぐらいまでですね。このぐらいまで柔らかくなったら煮上がりです。裏ごし作業をスムーズにするためにスティックミキサーにかけます。ポテトマッシャーなどで潰しても結構です。こしあんを裏ごし、豆の皮と中身のでんぷんを分けるためには目の細かいふるいが必要です。2種類のふるいを使い、大きい目から小さい目のふるいへと段階的に分けていきます。最初に使うのは左の20メッシュのふるいです。一般的な粉ふるいに使われる程度の目の細かさで、芋や栗を裏ごすのにも使えます。1目の細かさは約 1.27mm。次に使うのは右のさらに細かい65メッシュのふるいです。1目の細かさは約 0.39mm。こしあん作りには最低でも50メッシュが必要とされています。このふるいを選ぶ際のメッシュ数という単位は1インチ四方の中にある目の数のことです。20メッシュは1インチ四方の中に縦20、横20の目があり、50メッシュは1インチ四方の中に縦50、横50の目があります。つまりメッシュ数の数字が大きければ大きいほど編み目が細かくなるので、より滑らかなあんが作れるということです。ただし、その分裏ごしの作業も手間がかかります。私が使っている65メッシュは日本で購入したかなり細かいものですが、1目が 0.5mm の50メッシュのものはスウェーデンでもオンラインで購入することができます。いろいろ言いましたが、和菓子作りを追求するのであれば、細かいふるいをおすすめしますが、家庭で食べるようで多少の舌触りが残ることが気にならないのであれば、通常の粉ふるいだけでもいいと思います。
それでは裏ごしの作業に入りましょう。ボウルの上にふるいを置いて、粗く潰したあんを流し入れます。水を加え、お米を研ぐような要領で豆の皮にまとわりついた中身を注ぎ、ふるいの下のボウルに落とします。この作業を何度か繰り返します。ふるいが小さい場合には、一度にすべてのあんをこそうとせず、少量ずつに分けて作業してください。すべての中身がこし終わり、皮だけになるとぬるっとした感触がなくなります。残った皮は捨てます。新しいボウルにさらに目の細かい65メッシュのふるいを重ね、先ほどのこし水を注ぎ、さらに細かい皮を取り除きます。あんだけではふるいに通らないので、たびたび水を加えながらこします。さらに細かい皮を取り除くことができました。このこし水をしばらく置いておくと、ボウルの底にあん粒子が沈殿します。上澄みの水だけをそっと捨てます。あんこを流さないように気をつけてくださいね。さらに新しい水を加えて、あん粒子が沈殿するまでしばらく置いておきます。あんこを流さないように気をつけながら、上澄みの水を捨てます。これを繰り返します。しばらく置いておくと、あんこが沈殿して、上澄みの水は初回と比べて半透明になってきていることがわかりますね。上澄みの水を静かに捨てます。鍋やボウルの上にざるを置き、さらしや手ぬぐいを敷きます。お持ちでなければ薄手のキッチンタオルでも良いですよ。何作ってるの？こしあんです。こしあん見ていい？ざるにさらしをセットしました。端っこを持ってぎゅー絞ります。ぎゅーっとね、絞った中身がおいしい。分量が多い場合には何度かに分けて絞ってください。おいしい。これがこしあんの素、生あんです。生あんの半量だけをお鍋に入れます。お砂糖です。200g。木べらでほぐしてから火にかけます。かき混ぜながら加熱していくと、砂糖が溶け、あんがとろっとした状態になります。残りの生あんを入れます。手絞りの場合、生あんに十分な水が残っていることが多いのですが、あまりにも水分が少なすぎると火が通りにくいので、その場合には必要に応じて水を加えてください。焦がさないように気をつけながらあんを練り上げていきます。水分があらかた蒸発して、あんを落とした時にポテッと山のような硬さになったら炊き上がりの合図です。炊き上がったあんはバットの上に小分けの山のように取り出し、なるべく早く冷まします。ジップ付きのバッグに入れていきます。そしてそれぞれのお菓子に使います。冷蔵庫の中で5日から7日、冷凍庫でしたら1ヶ月ぐらい日持ちします。取ってくるからいい？というわけで、美味しいこしあんが炊き上がりました。試食してみましょう。これです。あっさりしていて滑らかでとっても美味しいです。このこしあんを使って作るお菓子をこの先のビデオでご紹介しますので、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。いいねボタンやコメント欄で応援もいただけると大変嬉しいです。質
質問やリクエストもお待ちしています。このチャンネルでは海外の材料を使って作ることができる日本のお菓子をこれからも紹介してまいります。それでは皆さん、また次のビデオでお会いしましょう。See you next video! バイバイ